どうも、R です。MBTI の指標について、これって本当と思うことがありませんか？今回から4回に分けて MBTI の指標とよくあるけどステレオタイプにつながりそうなイメージを比べながらお話ししていこうと思います。まずは思考 T と感情 F の違い TF 指標からです。MBTI の指標について簡単に言うと、たとえ TF 指標が T だったとしても、その人の一部として感情 F という心的機能も必ず持っているんですよ。そのあたりのことや MBTI の心的機能って何という方は、概要欄から MBTI という宇宙シリーズの各回を参考にしてみてください。とはいえ TF 指標が思考 T の人は思考 T 的な考え方が自然に優先される傾向が強いというのは確かです。じゃあ思考 T が優先されてる人ってどんな様子なのといった部分をよくあるけどステレオタイプにもつながりそうな指標へのイメージと見比べながらお話ししてみようと思います。イメージ1、論理的思考を良くするから思考 T。このイメージは結構よくあるかなと思うんですけど、まず論理的思考というのは考え方の技術の一つで、MBTI の TF 指標は意識的に選ぶ技術を表す指標ではないんですよね。MBTI の本でも取り上げられてるんですけど、特に社会で論理的思考が良しとされている場合、MBTI の TF 指標に関係なく、どんな人でも論理的思考を求められることが多くなって、それに対応している場合も多い。その影響で、感情 F の人たちでも自分は思考 T なのかもと思いやすくなることがあるそうです。日本も論理的思考は良いこととされる場合が多いですよね。実際僕の周りにも思考 T とおぼしき人よりも感情 F らしき人の方がいろいろな問題に対してよっぽど論理的に考えている様子がよく見える場合があります。というのはやっぱり TF 指標に関係なく今目の前にある問題をどう解決するのかを考えたときに、その解決の手段として論理的思考という技術を使うことは自由に選ぶことができるからなんですよね。じゃあどんなところが TF 指標に近くなりそうだと思うかというと、論理的思考という技術を何のために使うことにしたのかという動機の部分の方が MBTI の TF 指標を考えるときにはより考えやすいかなと思います。TF 指標は判断機能という判断していく考え方の種類のうち、構造と価値観どっちの基準を自然に優先する傾向があるのかという指標ですよね。じゃあその判断っていつしてるもののことなのか、これが問題かもなと思いました。TF 指標の違いは注目するポイントの違いになることがあります。思考 T は物やことに注目する。感情 F は人に注目するそうです。だからその人が論理的思考をしようと思った理由が物事の問題を解決するためだったのか、それとも人の問題を解決するためだったのか、そこを考えてみると TF 指標の違いが分かりやすいかなと思います。つまり感情 F の人は論理的思考はできませんとか、思考 T の人は人の心がないロボットですということではないということですね。とはいえ確かに物事の問題を解決することを自然に優先して考えようとする人たちは頻度として論理的思考を使おうと思うことが多くなる可能性はありますよね。だけどどのタイプでも同じような論理的思考を必要とする状況に置かれた場合は同じように論理的思考が必要だと感じることが普通にある。そこから先の対応にはタイプの差ではなく個人の差が大きく出ているということですね。イメージに性格がきつい、優しくない、気が短い、もしくは無表情だから思考 T。ここまでお聞きの方はもうちょっと違うかもって思うかもしれませんが、この性格がきついなどのイメージはあくまで
外界から見た時の主観的な様子の描写ですよね。どの人を性格がきつい人だと思うかは、その人の価値観によって変わる部分が多いし、表情も相手との付き合いの長さなどで読み取れる情報が違ったりもしますよね。さらに MBTI の分類は外界に現れる動作や雰囲気の違いではなく、その人の内界で行われる考え方のプロセスの違いなので、確かにプロセスが似てる人は導き出される行動や発言にも似通った部分が現れてきますが、行動や立ち振る舞いでの分類ではないというところを大事にしたいですよね。ただ思考 T というのは物事を見て判断する傾向が強いので、その結果として周囲の人に性格がきついなと思われる可能性は十分にあると思います。だから思考 T がきついと思われてしまったということは考えられるけど、性格がきついから思考 T だということにはならないという感じですね。イメージ3、議論好き、勝ち気だと思考 T。僕が一番不思議に思うのがこのイメージなんですけど、反面納得する部分もあって、確かに思考 T の人たちが集まると議論に発展しやすいとは思うんです。会話の流れが各々持ち寄ったデータを交換し合って、さらにそのデータから分析してのようになりやすくて、それは要するに議論ということになりますよね。だけど一般的に議論好きと言われる状態って、人に食ってかかるとか、相手をギャフンと言わせてやろうとするみたいな非常に好戦的な相手という人に対して直接言葉をぶつけていくような様子の場合が多い印象があるんですよね。この印象というのが結構厄介ですよね。あなたは議論好きという言葉にどんな印象があるでしょうか。もし仮に思考 T の人たちが普通に自分が持っている情報や意見を相手に伝えたとしても、相手にこいつ突っかかってきやがったなと受け取られる場合もあるとは思うんですよ。例えば会話の流れとして、相手が何か報告をしてきたとします。こういうものがあります。だからこうします。というように情報を伝えてきたとします。思考 T の人がその構造を考えて、そうするとこうなるし、それは作業効率を下げるのでこっちにしてくださいと説明したとしても、相手の状況としては自分の意見を否定されているし、その上相手が意見をぶつけてきたという状況であることに変わりないんですよね。ただもしかしたら物やことを見ての発言なのか、それとも人を見ての発言なのかという違いがあるのかもしれません。もし仮に思考 T が会話の内容となっている物事について、それってこうなってた方がいいですよねと言ったとしても、会話という形なわけだから、その発言は会話の相手に向かっていくことに間違いないですよね。つまり物事に対してこっちがいいと言ったことを人に対しての意見だと思ってしまうと誤解になってしまう。それがもしかしたら議論につながってしまうかもしれないと感じています。だから確かに思考 T は議論をする傾向はあると思うんだけど、それは誰かと議論をすることが好きだからやりたいからじゃなくて、その物事に対する自分の意見を言っているといつの間にか議論になっているという感覚に近いと思うんですよね。だからこれも思考 T なら人によっては議論好きに見えたり、勝ち気で相手に食ってかかっているように見えたりするってことあるかもしれないけど、そう見えるからじゃあ思考 T だってことにはならないということですよね。イメージ4、人との争いを避けるから感情 F。いわゆるさっきの思考 T へのイメージの反対で、優しいから気が弱いから感情 F みたいなことなんですけど、確かに感情 F には人と対立することを避けようとするとか、調和を重んじるという特徴があります。だけどそれってどこの誰との調和を重んじているのかによってだいぶ様子が
変わると思いませんか？人っていろいろな人と関わることがありますよね。学校や会社などの多くの人がいる場面だと、自分に近い人と遠い人ができるのは当然だと思います。そうなった場合、どうしてもその場の全員と調和を図るって難しいことがあるじゃないですか。もしかしたらどうにかして調和を図る手段もどこかにはあるかもしれないけど、自分の立場では無理とか方法が思いつかないという場合もあると思います。そうなってしまったら結果的に誰かとの調和を守るために別の誰かとの調和を犠牲にしないといけない場合もあると思うんですよ。きっとそれは感情 F の人からしたら苦渋の決断ですごくストレスがかかることだと思うんです。本当はもちろんみんなで調和が図れた方がいいに決まってるんですよね。そういう時感情 F の人たちは特にきついかもしれない言葉を言うことでここの調和を守りたいという責任感から本当は心の奥底では避けたかった争いに巻き込まれてしまうことがあるんですよね。そういう意味では本来タイプとしては感情 F で調和を重んじるからといっていつも争いを避けられるというわけではないと思うんですよ。だから自分は争いを生んでしまったのでもう思考 T なんだと思う必要もないし、その優しさを性格がきついと思う必要もないと感じています。逆に思考 T が争いを望まない瞬間だって絶対にありますよね。ここで相手を好戦的にすることがこの場面の最適化だとは思わないってことだってあるし、感情的な相手の扱いに困り果ててしまう可能性は感情 F より思考 T の方が圧倒的に高いんです。だから争いを望むか望まないかは MBTI のタイプによって絶対に判断できるわけではない。時と場合によるということですね。というわけで今回は TF 指標によくあるイメージから思考 T と感情 F について見てみました。自分の自然な考え方の流れがわかると必要以上に自分を責めすぎてしまっていたところにも気がつけたりするので、やっぱり MBTI は自分のことも相手のことも理解しやすくなることがある、すごく興味深い分類だなと思いました。次回は SN 指標編です。SN 指標は情報の解像度の違いなのか、や直感 N は見えないものを見ようとするのといったイメージについてお話ししてみようと思いますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。